ソロです。今回はカワキの闇落ちについて考察していきます。最新話までのネタバレ含みますのでご注意ください。前回は反対にボルトの闇落ちを考察しましたが、今回はカワキの闇落ちを考察します。まずはカワキとはを解説してまいります。ボルトアニメ1話を見たらわかると思いますが、冒頭シーンで青年になったカワキ vs ボルトが戦っています。それからはアニメでは全く登場していないのです。アニメでは現在1月からカラ編でカワキが本格的に登場します。カラ編ムービーが公開されているので概要欄に貼っておきますね。さてそのカラ編ですが、原作コミックで言うとこちらの表紙コミック5巻からです。5巻と6巻でカワキが登場する前置きのストーリーです。簡単に言うと、カワキを乗せた飛行船が木の葉付近に墜落事故します。そこで器の回収で向くカラのインナーカシンコジやアウター青、駆けつけたコノハマルやボルトたちが居合わせる形となります。なんだかんだで戦い、終了後カワキという器が横たわっていました。ここで6巻が終了です。このカワキという最重要人物キャラ、ここからが7巻からの物語です。カワキ編のためネタバレ注意です。カワキは幼い日、酒ヤクザの父親から日々サンドバッグとされ存在価値が空っぽでいたカワキ。そこに次元が歩み寄り、お金でカワキを買い取ります。私が君の父親だ。次元は器として適している子供たちを集めていたのです。カワキはその器として最後の子で適任してしまったのです。大月一式の完全復活のために、次元も一式の器であるが、次元は一式にとって不完全な器なのです。話は戻り、カワキは倒れてた状態でこの葉隠れに連れて帰ります。7代目ホカゲであるナルトがこのカワキの面倒を見ることになります。でもカワキの性格がものすごくツンデレで言うことを聞かないんです。何度も逃げ出そうとするカワキについにナルトは切れます。ナルトは膨大なチャクラを見せ、カワキは驚愕します。これがホカゲ？とてつもない力だ。影分身の術、あれは便利そうだ。自分で自分を殴れるだろ。そんなことをして無駄だ。実証済みだ。山中猪の花屋に来た時、カワキは次元の実験を思い出します。ツンデレなカワキでも怖いものは怖い子供です。カワキはナルトに抱きしめられ、表情も安心していきます。そこからはナルトやボルトと一緒に修行をしたり、サラダやミツキも含めて仲良くなり、新生第7班として今後も活躍する。デルタ戦でのカワキはナルトとひまわりをかばって、カワキは腕をなくしています。それくらいまであの頑固なカワキがナルトたちに情が湧いています。家族としての意味を知ります。カワキは夜中にひまわりの花瓶を直している時に、破片が一つなく探しに出ようとした矢先に、ナルトが寝てる間の見張り役としてクラマがカワキに注意します。ここのシーンは何回見ても泣ける。クラマがナルトの過去を話すんですけど、ナルトは生まれた時から器として育ち、一人ぼっちで育ってきた。ナルトの両親も含め多くの者の命を奪ってきた妖怪を身に宿し、決まってブランコにいたのだ。孤独だったこいつが今や影分身が得意とは皮肉だが、昔は影分身も苦手だったんだ。ナルトの心を満たしたのは影分身同士で殴り合いではない。友達で世界は変わる。ナルトの心が満たされていくのをわしは間近で見てきた。まさに実証済みってやつだ。俺もなれると思うか？この人みたいに。ない話ではないだろう。見たとこお前はまだ乾ききっちゃいねえようだからな。クラマがまずナルトを語ってることが感動すぎるしさ、こんな頑固なカワキがナルトを思って泣くことが感動するやろ。カワキとボルトも、兄弟のように仲の良さを増していっています。この仲の良さも今後の展開に関わってくるんでしょうか。次元がナルト宅に訪れた時、カワキはナルトを必死にかばいます。あんたを失うくらいなら捕まった方がマシだと。
あんなに悪夢な毎日が再び始まってしまうのを分かっててこのカバエ。またナルトを助けに行くためにカワキボルトたちはボロ戦に挑みます。待ってろよ7代目、何をしてでも助ける。もう本当に必要以上にナルトにだけリスペクトと大切感がすごいです。ボロがナルトの封印物に攻撃をしようとした時も身を投げ出して守っています。もうボルトを差し置いてカワキが守るほど、もうとにかくナルトを好きです。最新話の53話でもそうです。7代目に弟子入りしたんだ。空っぽだったこの俺に生きる意味を教えてくれた。7代目のいない世界なんて俺には何の意味もない。死んだ方がマシだ。もうとにかくナルトが好きすぎるのです。ナルト路線はカワキ、サスケ路線はボルト。原作を見ている人はもうこれはわかると思います。以前はボルト闇落ちで考察しましたが、今回はこれほどナルトが好きなカワキが闇落ちするとどうなるのか考察していきたいと思います。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。忍びの時代は終わる。1話冒頭のセリフ。7代目と同じところがあの世であれば完全にカワキ闇落ちですよね。あんなに自分の命よりもナルトが大切なカワキが7代目を裏切ることが闇落ち感半端ないです。でもなぜそうなったのか。まずはカワキは一式戦でカーマがつかずに終わっています。一式は消滅したという展開が割とびっくりしました。でも今後カワキにカーマがつくことは分かっていますよね。でも一式は死んだ。仮に一式がまだ消滅しきれず、またカワキの不本意でカーマがついてしまうとすれば、ナルトの命がけの死闘やせっかくの勝利が何だったんだってなりますよね。ナルトが救ったってことも無駄になるし、それを踏まえて1話を見る限りカワキは自分からカーマをつけて闇落ちをしているのではないかという見方もできるのです。でもカワキの闇落ち理由は一つしかないと思います。こんだけのナルト思いのカワキがナルトを裏切るという展開くらいです。ナルトを裏切る理由を考えるのもすごく難しい。ナルトが死亡して希望を失い闇落ちをしてしまう説。自分からカーマを余儀なくつけることになり人格が奪われてしまう説。カーマを無理やりつけられ大月か進行で人格縛り説。他にも説ありそうなのであればコメントで教えてください。どちらにせよナルトがカワキに教えたこと、これが世界を救うことになるでしょう。カワキが闇落ちしたとしてもナルトの意志がカワキを救う。でもそれだとやはり予想通りになってしまう感じも否めない。カワキの7代目に対する崇拝具合が忍びの時代が終わろうとも、忍びの世界が終わろうともナルトを何としてでも救いそうな気もする。ナルトの命が何よりも第一優先。それに対してボルトは忍びの時代は終わらせないという2人の意志が激突しているのかな。最新話ではサスケの輪廻眼は目つぶしされましたが、これでナルトとサスケは異空間移動ができない状況になり、1話冒頭までずっと異空間にいるのではというコメントが多かったです。あながち合ってると思います。ボルトとカワキは何らかの形で異空間から脱出できたことになりますが、カワキは何としてでもナルトを助けたいという気持ちが強いから、自分から異空間移動の能力欲しさにカーマを自分からつけそうだな。カワキの闇落ちを考察するとやっぱりボルトの闇落ちの方がさ、割合的に強くなってしまう。概要欄にボルト闇落ち考察貼るので、ぜひご視聴お願いします。コメントもほぼ返してます。チャンネル登録とコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。